皆さんこんにちは、藤本穂迫です。今日は前衛の、触り方、やっていきたいと思います。前衛でね、どうやったらうまく触れるかっていう人、なんか質問がよく来たりするんですけど、やっぱり前衛でね決めるってすごく難しいし、自分もできなかったんですけど、それをねうまく当てられるようにする、うまく決められるようにするっていうね、その練習方法とか感覚の、つかみ方をね、説明して、皆さんもねぜひこれでバシバシ前衛が決められるようにしてほしいなと思います。それでは行ってまいりたいと思います。はい、じゃあ、説明していきたいと思います。前の動画でオーバーヘッドを肩を回して打つよっていう話をしたと思うんですけど、この動きがですね前衛でも実は使えるんですね。で、前衛で打つってなった時にやっぱり速い球に合わせていかなきゃいけないから、どうしてもみんな小さく当てたいっていう意識が強いと思うんですけど、小さく当てるっていう動き自体がですね、肩を上げて下ろす、こういう動きになっちゃうんですね。でこの動きっていうのはもうアウターマッスルでいくので、いっぱい練習したらだんだん相手のリズムとかつかめたり筋力がついたりしてパパーンって打つことはできるんですけど、じゃあシニアとかね、日頃そこまで練習できてない人がじゃあ前衛でバンバン決めるってなった時にすごく難しいと思います。なのでそういう時にですね、この回す感覚っていうのを意識してやっていくと、インナーマッスルで回していく、でラケットを合わせていくってなった時に、ある程度バドミントンやってる人であれば、このインナーマッスルで肩を回した時にこの腕の方にですね全然力が入ってないので、その状態で振っていくと体が勝手にシャトルに合わせてくれますね。これを自動化というんですけど、自動化してくれます。こういう感じで勝手に自動化してくれます。はい。でその自動化する感覚をつかみながら前衛の練習をしてもらうと、この前衛の触る感覚がですねすごく良くなってくると思うので、それをねちょっと皆さんに伝えていきたいと思います。はい、じゃあ実際やっていきます。で、この前衛でねシャトルを打つ時にこの肩のスイング結構大振りになります。大振りになるので相手が打ってから動き出すと間に合わないです。なのでこの動き出すっていうのはすごく、時間がかかっちゃうんですね。自分で動き出したいと思ってもこの動き出しの最初の部分がすごく時間かかって、間に合わないってことはよくあります。だから先にもう動き出しちゃいます。だから相手が打ってから動き出すんじゃなくて、相手が打つ直前ぐらいから動き始めちゃいます。で動き始めちゃって、その中から合わせていくっていうことを意識してやっていきましょう。最初の段階では相手が打ってからね合わせるのでもいいんですけど、球が実際速くなってきたらもうそれだと間に合わないです。なので先に動く、先に動く。でその時に、肩を引く、この足が横なので半身じゃなくて足が横の状態でいくので、まず肩を引きながら肩甲骨で後ろ後ろで、ここからスイング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 していくようにしてください。それとあとネットギリギリに来た球ですね。構えててネットギリギリに来た球はこうじゃなくて、自分がしゃがんで打ちやすいように、この打ちやすい位置で打ってあげるように体の位置を調整してあげます。でその時にギリギリだからってちょんじゃなくてもう大丈夫です。自動化されているので、そのままスイングしながら打つ感覚で大丈夫なので、しっかり振り抜くような感覚で振ってもらえればなと思います。あと力を基本的には抜きながら打ってもらいます。なので、力を入れたい時は当たる瞬間にちょっと力入れてあげればいいです。これが途中から力が入っちゃうともう手打ちになっちゃいます。だからそうすると自動化されなくなるので、そうすると、うまくね当てられなくなります。力が入っちゃうとダメです。だから柔らかく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 振っていけるようにします。体勢が崩れてもしっかりこの肩を引いて回して肩を回して打つ感覚で、やってみてください。ある程度のスピードの速さであればこれで大抵取れます。本当に球が速くなってくるともう本当にこういうふうに打っていかないと間に合わなくなることもあると思うんですけど、基本的には回していった方がいいです。あと回していくと守備範囲がですね通常こうやって
振った場合っていうのは前で触りすぎてミスになることが多いんですけど、後ろから回してあげると守備範囲がすごい広くなります。この辺でも触れるようになったり、この辺でもこの頭の上ら辺で触れるんですね。そうするとミスが減りますね。だいたいミスをする時っていうのはラケットにうまく当たらないかネットに引っ掛けてしまうパターンが多いんですけど、頭の上で取れば取るほど比較的ね当てるのは難しいんですけど、それは練習して、それでうまくコントロールできるようにやっていきましょう。それでは行ってみたいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、肩を回しながら先に相手が打つ直前に回していって柔らかく合わせていく。低い球が来た時は自分がしゃがんで振っていくようにしていきます。でここで、縦振り横振りうまく使い分けていきましょう。過去の動画でねそれは載せてると思うんですけど、この縦と横、あと切りながら打つ、その辺は、過去のプッシュの動画で、載ってると思うので、そこをね、参考にしながらうまく当てていけるようにしていきましょう。はい、じゃあお願いします。はい。はい、OK です。はい、まずはねノックからこうやってこのねネット前から球出してもらいながら、やるノック練習が一番、最初はいいかなと思います。でこれができるようになってきたら、今度はプッシュとプッシュレシーブだけでもこの動きが作ってできるようにしてもらっていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。はい、じゃあ実際プッシュとプッシュレシーブでねこの肩を回して動く感覚掴んでいけるようにしていきます。これは打った後に力が入りすぎると次がいけなくなります。なので柔らかく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 当てられるようにしていきましょう。はい、それではやってみましょう。はい、お願いします。そう。はい、OK です。はい、プッシュになるとですね、この肩を引く動きが間に合わなくなっていく人が結構多いので、打った瞬間次この引く感覚ですね、ここが入るとこの守備範囲が広くなるので、この打った後の次の動きすぐ作れるようにぜひやってみてください。じゃあ最後に、ちょっと実践的な形で、やっていきます。はい、じゃあ実際リアルなダブルスっぽい感じでちょっとやっていきたいと思います。向こう側が2で、手前側が1でレシーブで、2が攻撃の1が守りで、前衛が触る練習をしていきたいと思います。はい、じゃあそれではやっていきます。
あー、ラスト。もう一回。OK。はい、という感じで相手が打つ直前にもう動き出します。動き出してうまく合わせていきます。で、この動き出した中で相手のシャトルに合わせて、タイミング合わせてください。で、位置がねうまくこう合わせられないときは体を動かしていったりとか、あと体を前に倒しながら合わせていく、頭の上で取る感覚ですね。これがラケットだけ出ちゃうとミスにつながりやすくなるので、自分が体を前に倒して頭の上で取るようなイメージで当てていくといいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ダブルスの前衛ね、今日はあんまりゲーム的な感覚でまだやってないので、まずは当てるところから、できるようにしてほしいなっていうふうにあります。で、実際ゲームの中で、こう使うってなった時は相手のラケットのこう面をですねこう見ながらどこに飛んでくるかを、意識しながら相手が打つ直前からもう動き始めて準備して打つっていう風にしてください。で、読みは全然外れていいと思います。前衛の読みっていうのは外れても違うショットでカバーする、もしくは後衛がカバーしてくれるみたいな感じでいけばいいですし、その確率をどんどん上げていけばいいので、いきなりね 100% で全部当てるっていうのは無理だと思います。なので最初は 50% ぐらいの確率でこう読めるようになってきたら、次は相手の癖を読みながら、次この辺かなこの辺かな、この人こっちに来るなっていうのをどんどん読んでいって、確率を上げていけばどんどんね相手からすれば脅威な前衛になってくるんじゃないかなと思うので、そういう感覚でねこの前衛触る意識、ぜひ練習してやってみてください。それではまた動画、やっていきますのでぜひ見てください。バイバイ。